やる気があってちゃんと行動をする、学ぶ意思がある、学ぶ、そういう人であればチャレンジをさせるっていうことを心がけているので。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。最初起業するときって本当に何も分かんない状態だと思うんですけど、はい、その時ってどうしてました？事業においては僕前職で事業部長みたいな形で約2年ぐらいですかね、やっていたので、事業に関しての立ち上げとかはそんなに抵抗がなく、一旦前回やってたものを、同じような形でやれればいいかなっていうことで実行していたので、そこまで苦労はしなかったですかね。割ともうスムーズにいっちゃったんですか？そうですね。多分スムーズにいったのは2つ理由があって、前職その経験をしてたからっていうことが1つ。で、もう1つはやっぱり時代も良かったなと思うんですけど、僕が起業したぐらいがちょうどウェブとかで言うと SEO とか、それが出だした頃というか、そのぐらいだったんで、それを試しながら協力してくれる IT 会社みたいなところが、それで割とうまく集客が少しいけたので、事業はそうですね、ほとんど問題なかったですかね。あとはもうプレイヤーとしてシンプルに受注を取って引っ越しをやってっていうのを繰り返していけば問題なかったですね。営業とかも本当自分でもうやられてた？そうですね。最初はもう本当に電話も全部自分で受けるし、見積もりも自分で行くし、現場も取れたら自分で行くっていうのが本当最初 1,2 ヶ月だったので、最初はやっぱり数少ない仕事の中でどうやってお金を残すかって考えた時に、単純に一人でできること全部やった方がいいじゃないですか。一人三役みたいなのをずっとやれば、単純に別に人を雇わなくてもいいですし、10本見積もりあったら自分が行ったら別に8、9本取れるしみたいな。人に任すと5、6本になっちゃうしみたいな。もったいないじゃないですか。で、そんなにアホみたいな数があるわけじゃないので、なんとかやりくりしてやってましたね。それも割ともう本当前職の経験から。そうですね。ちなみにお金回りのところとかってどうされてました？振り返ったら、やっぱりちゃんとお金回りのところは、もうちょっと勉強をしておけばよかったなっていうのはありますね。やっぱり皆さんそうだと思うんですけど、起業したりとかやると、とにかくその仕事を取ってきて、その仕事をこなしてっていうことばっかりに目向いちゃうと思うんですけど、僕なんかもそうですけど、前職は基本水筒帳みたいな感じをちゃんとつけて、お金が入った時と、お金が出てった時と、そこだけをちゃんと記録してやってたんですよね。本来のでも会計でいくと、やっぱり売上を立てるのがいつで、入金がいつで、経費計上するのもいつで、払うのがいつでって誤差が出てくるじゃないですか。なので前職の時はそこは逆に言うと経営ではなかったので、事業は全部やってましたけど、経理回りとか単純に自分の水筒帳で入出金だけで管理してたんですよね。それでもう OK だったんで、やっぱ自分でやった時に同じようにやってたんですけど、税理士とか少し経理手伝ってくれる人とかっていうのとやり取りしてる時に、自分の入金出金の計算と、当然会社としての売上の計上と支出の計上とってちゃんと会計的にPL を見た時に数字違うんですよ。最初よく分かんなくて、その辺を理解するのにやっぱちょっと時間かかりましたよね。事業やってるサイドとしては別に仕事も取れてるし、ちゃんとやってるし、入出金もちゃんとフォローしてるから、多分全然お金残ってるだろうとか、これだけの結果出てるだろうとかって考えるんですけど、いざじゃあこれ今期の決算書ですみたいに出る時にって全然分かんないですよ。この数字何を言ってるんだとか、この項目ってどういうこととか、やっぱ結構皆さん起業される方はプレイヤーとして優秀だから起業するっていう種類の人も多いと思うので、割とそういう人って仕事を取ってるしやってるし、だからそんなにお金ないとか PL が悪いとかそんなことないだろうと思ってやっぱりやっちゃうんですけど、やっぱりそこ数字の付け方で正しく会計やろうとするとちょっと違うんで、それをやっぱりある程度理解を早めにした方がいいなと思うのが一つ。あとはやっぱりあれですよね。会社員やってる時って全部会社が実は立て替えたりとか預かったりとかして先払い後払いってうまくやってくれますけど、これ自分で会社やると全部が後払いなわけですよ。社員から預かった社会保険料だ、年金だ、会社のお金と足して後払いですし、消費税とかも後払いで、儲かったら法人税も後払い。結構やっぱ後払いが多いんですよね。なので今までのサラリーマン感覚で入ってきたものは全部使っていいみたいなっていう感覚でいるとお金ってなくなるんですよ。どれぐらい本当に何が来るとかっていうのをやっぱ何年か会社やらないと正確にやっぱ把握できない。そこまで多分準備して起業する人ってなかなかいないと思うんで、最初には入ってきたお金はとにかく使っていいお金ではなくて、ちゃんと計算がある程度できないといけないですし、その辺は最初何年間ぐらいはこんなにも払うもんだと思って、なんだやってても分かんないなみたいな感じにはやっぱなりますよね。ちなみにもともと独立とかってもう森社長は考えられてたんですか？いや、僕は全然考えてなくてですね、全然社長になりたいとか全然思ってなかったので、別にそんなつもりはなかっ
ったんですけど、僕は多分自分に与えられた役割を最大限の成果を出すみたいなことをやっぱやるタイプだったので、前職も与えられたポジションで全力を尽くすと。じゃあお前次これやれ。じゃあ次これやれ。ってなっていきなり究極最後が、じゃあ自分で独立採算でやれだったんですよ。言われたら、わかりましたと。って言って、前職でも社長ではないですけど、その事業部任されてやりましたと。で、別にそれでもよかったんですけど、ちょっと別の理由もあって、いろいろあって辞めて、結果、学歴もない職歴もない僕が一定家族養うためには、今独立するしかないなっていうことで起業しただけなので。じゃあ割ともう起業前の段階で、その前職でこういろいろ経験していくっていうのが大事なんですか？と思います。その経験はやっぱり起業したいんだったら必ずサラリーマン時代からも疑似体験はしておく方がいいですよね。僕も社員に言いますけど、自分で会社やったとして、その人のマネジメント、お金のマネジメントで失敗したら、もう会社潰れる以上じゃないですか。どんだけ準備しても結構それまで失敗したりするんですけど、でもその前にやっぱ会社で逆にそれができるって、ある意味自分の個人資産は既存しないですし、チャレンジもう一回できるじゃないですか。だったら会社をうまく使った方がいいんじゃないと思ってまして、独立するかしないかわからないけど、興味あるから、だったらうちの会社で支店長とか管理職をやってみて、でそこでやっぱり人のマネジメント、お金のマネジメントとかっていうのを経験して学んで、で、ちゃんとそこで結果を出すということをすると。やっぱりできる人は、ちゃんとそのサラリーマンであっても社長であっても、やっぱりまず結果出せるんで、まずサラリーマンのうちでリスクが少ないじゃないですか、正直。の段階でやっぱりいろいろチャレンジして、疑似体験して、そこでいろいろ学んで、結果出してから独立したのはすればいいと思いますけどね。ちなみにちょっと他の質問になるんですけど、起業して、ある程度経った後に、本当にこれだけやっとけばよかったな、みたいな、一番後悔してることみたいな。強いて言うんだったら、資本構成、株ですよね。よくある話かもしれないですけど、結局その事業をやるときって、会社作るときってみんな無知が多いから、株主とか自分が何パー持ってるとかあんま気にしないんですよ。一人でやる分にはいいんですよ。別に 100%。僕の場合も最初そうなんですよ。全然わからなくて、ちょっと手伝ってあげるよ、一緒にやろうよとかって言われて、意味もわからず、お願いしますとかっつって、株式を持たれてたりとかしたんですよね。でこれ小さいうちは別に大したもう実態がほぼないというか、関係ないんでいいんですけど、やっぱ何かあった時に、これって結構まずいことになるんですよね。例えばじゃあ2人で会社やろうぜ、じゃあ折半ずつ出そうよみたいな。じゃあ 50%50% ねって。これもう最悪ですよ。確率論でいくと、創業メンバーと最後までうまく、最後っていうか、ある程度のラインまでうまく一緒にやれるパターンの確率って、肌感ですけど、多分 30% もないんじゃないかなと思うんですよ。大体が分かれちゃう。内容はどうであれ、分裂というか、そういう確率もやっぱ高くて、その時に一番ややこしいのは株なんですよね。例えば新卒採用の子がいたら、どういう経験を学べるとか、どういう学びの環境があるとか、そういうのってありますか？結論はやっぱ若くても、やる気があって、ちゃんと行動する、学ぶ意思がある、学ぶ。そういう人であれば、チャレンジをさせるっていうことを心がけているので、若くても本当にやる気あって、ちゃんと学べるやつで、行動ができるやつだったら、もう本当にそれこそ20歳とか、21、2とか、でも支店長をやらせた実績もありますし、ポテンシャルがあれば、やらせるつもりがあるので、僕のモットーとしては、自分が前職の時も、年齢関係なく、やる気があって、行動して学びながらやり続けた。で、実績を出していったらちゃんと認められた。で、その経験がやっぱり僕にはものすごい生きてると。そういう会社にもちろんしたいっていうのもあるので、ぜひ起業したいとか、もしくは引っ越し会社の中でもくすぶってるとか、っていう方がいたら、ぜひぜひそういう人来てほしいですね。20代でも支店長になったっていう方がいたと思うんですけど、そういう方ってもう突出したものがあったんですか？いや、ぶっちゃけそんなないっすよ。多少地頭の良さとかあるかもしれないですけど、やっぱり一番は、やる気と行動力。若い時って、それこそ子供もそうですけど、スポンジみたいに吸収していくじゃないですか。なんで、とにかく若い時っていいのは、やる気があったらやる気がありますってちゃんと言えることと、それをちゃんと行動力で示せることじゃないですか。なんで、結果やる気はもちろんあるっていう前提だとしたら、やっぱ行動力があるんですよ。だからやっぱり今まで若くてもやらしてきた人っていうのは、ちゃんとやっぱり自分の意思表示をしてやりたいっていうところから、ちゃんと行動をする人ですかね。やっぱ行動力がある人は結果を出せるし、はい、かつより多くのチャンスを与えてもらえるみたいな。そうですね。さあ、本日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。アップル引っ越しセンターでは、いつでもですね、そういったやる気のあるとか行動力を出せる人を募集しておりますので、興味がありましたらホームページ等々で SNS も含めてですね、情報発信しておりますので、ぜひご覧になって応募していただけると嬉しいです。また、この YouTube チャンネルでも、現場の様子、対談とか研修とか、様々な情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、最後にこの動画もいいねしていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。